時刻は AM3 時半。カッパドキアからおはようございます。正臣です。本日は熱気球ツアーを予約したので送迎車を待っています。こちらが送迎車の中です。まずは気球会社に向かいます。今回私はエアカッパドキアというバルーン会社に予約をしました。各国から集まった多くの人々が待機しておりました。簡易的に用意された朝食がこちらになります。リンゴが丸ごとにはちょっとびっくりしましたね。この後人数が揃ったので気球乗り場に向かっています。気球乗り場の会場に着きました。これ近くで聞くとすごい音なんですよ。興味のある方はぜひ乗ってみて体感してみてくださいね。気球を準備するところから見学できるのが気球ツアーの醍醐味ですよね。カッパドキアには数多くの気球会社が存在しております。気球会社、ツアー会社、気球会社から直接予約を取ることもできますが、ほとんどの方がツアー会社を通して予約をすることになると思います。料金についてはいろんな会社を見比べるのがいいかと思います。結局私はホテルを通して予約をしました。ホテルのオーナーに直接問い合わせたところ、安いとこあるよということでこちらの会社を選ばせていただきました。結果的にこのエアカッパドキア外れではなかったので、私的にはホテルのオーナーに大感謝ですね。ちなみに料金は120ユーロでした。これはどのツアー会社よりも格段に安かったです。いよいよ準備が整いました。気球に乗船します。これは気球のカゴの中から見た風景。さあいよいよ上昇します。あっという間に上空に着きました。きっと初めての経験をする人はとっても感動することでしょう。ゆったり1時間の空の旅が始まります。観光名所の近くに着くとキャプテンが案内をしてくれます。気球を予約する際に注意点があります。ツアーの内容、航路が違う場所を飛ぶ気球もあるので、その点は注意が必要ですね。そして注意する点がもう1点。日が出る前に出発するのか、日が出た後に出発するのか、その点も注意しなければなりません。個人的には私は日の出が見たかったので朝早い時間を予約しました。これも気球の会社によってまちまちなので参考にしてみてください。私自身は気球に乗るのが実は2回目なんですよね。1回目に乗ったのはミャンマーのバガン。こちらの動画も参考にしてみてください。バルーン同士が接触することをバルーンキッスというらしいです。遠くから見たらロマンチックなのですが、近くに見るととってもバルーンって大きいなって実感しますよね。さあいよいよ日の出です。カッパドキアの気球は数が多いですよね。
これも日の出の景色に色を添えてくれます。完全に日が出てきましたね。多い時ですと1日に300機の気球が飛ぶということです。この数には私も正直びっくりしました。気球が影になっているのが幻想的ですよね。徐々に地上にも光が戻ってきました。注意点を紹介しておきたいと思います。寒さ対策はバッチリする。記念撮影はストラップのついたものを用意する。水分は必要以上に取らない。日が出てない上空を飛ぶのでとても寒いです。安易に半袖半ズボンで行かないようにしてください。風邪をひいたら大切な旅行が台無しになってしまいます。カメラについては落下防止に注意しましょう。もうこの点につきますね。必要以上な水分は取らない。これは上空で寒いんですよ。そして水分を取りすぎてトイレに行きたくても降りることはできません。気球ツアーですと平均的に1時間ぐらいは地上に降りることはないので、その点は注意しましょう。そして気球を飛ばせる場所というのは降りた後もトイレがないことがほとんどです。降りてからホテルに戻るまでトイレが使えないと考えてください。あっという間に気球のツアーも終わりを迎えます。白いトラックの荷台の上に着地をするのですが、うまくいくのでしょうか。それではご覧ください。多くの方々が携わってこの気球が飛んでいるということを実感しますね。今日飛んでくれたことに感謝です。無事着地をしました。器用なもんですよね。さて、着地が終わった後すぐは降りれないんですよ。というのもこの気球を今から畳み始めます。すぐに降りたいという人もいるようですが、この畳がしぼむ姿も気球ツアーの醍醐味ではないかと思います。そして畳み終わるまで降りることは許されません。しかしこの気球の数は本当にすごかったです。生で見たら絶対感動すると思います。Hope you enjoy. We do celebrate with champagne, and there is tip box for my team if you would like to make them happy a little bit. Thank you, by the way. And we celebration because we are still alive, you know. That's the most important part. お待ちかねのシャンパン。これはアルコールは入っておりませんでした。乾杯をして談笑タイムが始まります。ドリンクを飲んで一息ついたら出発です。ホテルに帰ってきて朝食です。シリアルやいろんなジャム、そしてヨーグルト、サラダ、オリーブ、ハム。そうそう、このオリーブがとっても美味しいんですよ。こちらはチーズですね。いろんなチーズが置いてありました。見たこともないチーズが多かったな。
そしてこちらも見たことないものだったのですが、ローズジャムですね。今回私の朝食はこんな形になっております。ビュッフェタイプなので好きなものを取れるのが嬉しかったですね。これは別で焼いてくれたパン。食べてみるととっても美味しかったです。このような織り機の上で作るのですけれど、まずね、縦糸を織り機の上に巻きつけることからスタートします。巻きつけるわけですから、縦糸が。次回の動画はトルコ絨毯の直営店の見学、そして現地スーパーを巡ってみます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。正臣でした。バイバイ。Thank you.